皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本企業の中国からの脱出について解説をしていきます。この話の肝というのはまさに、現在の国際情勢のことを理解するには非常に良い出来事だと言えるでしょう。なぜならば、これまでの延長線上であったならば、このような話題がニュースになることはなかったからです。現在の情勢、それはまさに、米中冷戦のその構造というものがだんだんと深刻化していることを示しています。これを受けて日本政府も動き出して、そして日本の企業も中国からの撤退というものを真剣に検討する時期に入っているのです。それでは関連ニュースと解説へと続きます。日本の中国エクソダス。日本企業1700社が中国撤退に向け行列作る。日本企業が中国から退去撤退し、中国を困惑させている。17日に中国環球時報は、1700社余りの日本企業が相次ぎ中国から撤退することに対する真相という記事を掲載した。今月初めに日本経済新聞が報道した日本企業が相次いで中国から撤退しているという内容の記事が中国人民に否定的な認識を持たせかねないとの判断から釈明に出た様相だ。日経の9日の報道によると、中国に進出した日本企業90社が6月末までに中国からの撤退を申請した。続けて7月末までにさらに1670社の日本企業が中国撤退を申請し、1700社を超える日本企業が中国を離れることにしたのだ。こうした日本企業の中国撤退は日本政府が主導している。3月5日に当時の安倍晋三首相は中国に対する依存を減らすとの趣旨から日本企業に中国から撤退し、日本に戻るか、そうでなければ東南アジアに生産施設を移転するよう求めた。安倍政権は1ヶ月後の4月7日には新型コロナウイルス流行と関連した緊急経済対策をまとめ、サプライチェーン改革の一環として中国から撤退して帰ってくる日本企業に対して一定の補助金を支給することにした。これに伴い6月末まで90社の日本企業が中国撤退を申請し、このうち87社が日本政府の補助金の恩恵を受けることになったという。また7月末までに1670社の日本企業が中国撤退を決めたのだ。ここに安倍氏に続き、16日に就任した菅義偉首相も、官房長官在職中の5日に日経とのインタビューで、日本企業の中国撤退を経済安保的な次元から継続して推進するという意向を明らかにした。こうした状況は、中国人には日本企業が退去中国から脱出しているという印象を与えるのに十分だ。これを受け、環球時報など中国メディアが鎮火に乗り出した。環球時報はまず中国から撤退する日本企業の数が多いのではないと主張した。現在中国に進出した日本企業は3万5000社に達しており、1700社は 5% にも満たない。一般的な状況で5から 10% 程度の企業が経営環境変化や自社の問題のため中国市場から撤収するため、1700社の日本企業撤退は正常という状況に属するということだ。また、現在中国を離れる日本企業の大多数は中小企業であり、中国の低賃金を狙った労働集約型産業に従事した企業のため、中国経済に及ぼす影響は大きくないとした。自動車や健康衛生など、日本の主力企業は中国市場を離れる計画がない。したがって日本企業が相次いで中国を離れているという表現は誇張されているという主張だ。環球時報はまた、日本は2008年の金融危機後に海外進出企業に中国以外に東南アジアなど別のところに生産基地をもう一つ構築する、いわゆる中国プラスワン戦略を要求してきたという。このため今回の撤退はそれほど目新しいことではないという話だ。特に日本貿易振興機構ジェトロのアンケート調査によると、中国進出企業のうち 90% 以上が現状維持や拡大を試みており、日本企業が退去中国を離れる現象はないだろうと主張した。しかし、こうした中国メディアの説明にもかかわらず、1700社を超える日本企業が6月から7月に中国市場から撤退することにしたという事実は、中国とのデカップリング、脱同調化を試みるアメリカの戦略と噛み合わさり、中国に大きな懸念を抱かせるのに十分に見える。中国の報道では、日本企業の撤収というのはあくまでも正常の範囲内ですよと説明しているわけですが、これに納得できる人は少ないでしょう。なぜならば、6月においては90社だった撤退数が7月末には1670社へと急増したのです。2桁違う数値を見て、
全く変化がないように見えるのであれば、それはまさに節穴と言うべきです。そして、これだけ数値が変化したことには2つの要因があります。まず第一は日本政府の後押しです。この記事の中でも触れていますが、日本政府はこれまでも声かけだけは行ってきました。中国へと完全に依存するのは危険であるから、中国以外の国々に対してもしっかりと分散してくださいよということを注文をつけていたわけです。しかし、声かけから一歩進んで中国から日本へと帰る、もしくは東南アジアへと移転するんだったらお金を出しますよという後押しをしたわけです。これはこれまでの政策としては一歩踏み込んだ対応なのです。そしてこのような後押しが必要だったことには一つ理由があります。日本企業が中国へと進出する際には、現地で合弁企業として活動を始める必要があります。その合弁企業というのは中国側の資本を入れることが一つの条件となっているからです。そしてこの合弁企業を作るというのが撤退するときには大きな足かせとなります。なぜならば撤退の決断をするにしても現地ではすでに経営陣に人が送り込まれた状態なのですから、必ずのように足止めが入ってしまうものなのです。そのため進出するときは意気揚々であった企業が撤退するときになっては大量の手続きや足止め、そして費用などの負担にかさみ、進出することを後悔するような形で撤退するというのをよく聞くようになりました。このあたりの撤退する時の大変さというのは日本の中では広く報道されず、進出する時の謳い文句として中国は非常に安い労働力で巨大な市場があるから日本企業にとっても進出すべきだという論の方が強く報道されていました。今はそのような進出のメリットというものは全く失われています。中国における人件費は確かに昔は安かったです。それによって日本企業だけではありません。アメリカの企業もヨーロッパの企業も続々と中国へと進出し、工場を建てました。ですから世界の工場などと呼ばれた時期があったのです。しかし現在においてはそうした労働者の賃金が安いということはもう過去のこととなりました。そして巨大な市場についていっても世界各国の企業が乗り込むことにより決して大きなパイが取れるわけではありません。人口は多いものの同じようにして争う企業も非常に多いのですから、そこで勝ち抜くことはすでに困難な状況です。すでにうまい市場ではないわけです。そして中国から日本企業が撤収する要因、その2つ目は国際情勢の変化です。2019年すでに米中は貿易紛争という形で衝突をしていました。しかし2020年は状況がさらに進展して、今の状況というのはまさに米中冷戦というものが始まったよという時期に差し掛かっています。新型コロナウイルス問題が発生し、世界へと拡散パンデミックが発生し、世界各国がその対応にまさに追われている中において、中国はその混乱をつく形で香港への支配を強めたり、周辺各国に対する威圧的な行動というものを進めています。このチャンネルでもインド国境における紛争の話などもしましたし、現在では中国と台湾との間における軍事的緊張というものも高まっています。つい先日行われた李登輝総統の国益水、その日においては中国の空軍機が台湾との中間線を越えるといった出来事もありました。米中冷戦というのはアメリカと中国との1対1の戦いではありません。必ず中国側の陣営とアメリカ側の陣営という具合にしてある程度その分かれ目が存在します。日本というのはその中において私自身はアメリカ側につくべきだと考えていますが、日本国内においてもそうした中国寄りになるべきだという政治家もいますし、決して油断できるわけではありません。しかし日本企業はそうした政治家たちの動きを見つつ、今中国にとどまるのはリスクが高いということを少しずつ意識し始めています。なぜならば、たとえ日本国内において親中派の議員がいたとしても、全体の国家的な雰囲気としてはアメリカ寄りの立場を取り続けているからです。日米の軍事協定があるのを見てもわかるように、決してこれを破棄して中国側に乗り換えようなどといったことは誰も認めはしないでしょう。ですから、米中冷戦というものが深まっていけば深まっていくほど、その時日本企業というのは必ずアメリカ側の意向というものを考えつつ行動しなければなりません。ですから、中国にとどまっているということは、当然のように後々中国共産党に目をつけられる立場になることは避けられないからです。日本政府が行った中国からの脱出についてはある程度の補助金をつけるこの政策は今後も継続すべきですし、同じように今後日本企業が中国へと進出するようなことがないように
今後一体どのような展開が考えられるか、日本政府はもっと企業に対して説明を尽くすべきでしょう。そうでなければ、中国側の誘いに乗ってしまった日本企業はホイホイとあっちに行ってしまうようなことも当然あるでしょう。中国の巨大市場が諦めきれないというのであれば、別に中国本土に進出する必要はなく、あくまでも中国国外から物を売りつけるという形に徹すればいいのです。これまでのような利益は得られないかもしれませんが、少なくともそのような安全なビジネスへと転換することが今の日本企業には求められていますし、そのようなビジネス形態へと変更することを日本政府は促すべきなのです。そうやって日本企業が撤収が相次ぐことによって中国における雇用や経済の萎縮というものがあれば、それ自身は中国に対するダメージへとつながっていくものなのです。そしてその動きというものは別に日本だけではなくアメリカなどもゆっくりではあるものの進んでいくでしょう。今世界全体ではこの米中冷戦というのは冷戦、つまり実際の戦火は交えないであろうという前提で進んでいますが、しかしこれは決して確定された未来ではありません。冷戦だと思われていたものがどこかで先端を開き、それによって情勢が一気に変化して、これまで進出していたことを後悔する企業が続出する可能性というものも捨てきれないのです。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そしてチャンネル登録が長くなってきたなという方はぜひともメンバーへと加入し、私の活動を支援してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。